挨拶やってもいいんでうん、すよ、先に。先にあ、じゃあ、こんにちは。ボイストレーナーひろこです。はい。はーい。僕は韓国で価値スタジオという会社をやっています。音楽コミュニケーター価値です。イエーイ。はい。このいや、番組でも、はカチカチ、はい。カチカチあの提供でお送りします。僕たちは、まず話したいことは、うん。やっぱレッドインプス、ラットさんのはい。話です。うん。ラットさんは、ラット。去年について、今年もうん。韓国でライブをするんですけど、うん5月に、はい。するんですけすど、ごい。今は5月に1日はい。だけでしたんですけど、雰囲気によっては、まあ、もっとするかもしれないです、今は。ラットさんは日本でもそうですし、韓国でも新海誠監督さんのうん。アニメの音楽ために有名になって、うん。今は韓国でも有名ですけど、ラットさんは韓国では多分2017年に君の名でしたんですけど、その前2014年くらいから韓国でライブを始めあ、そうなんだ。て、はい。ほとんど毎年、うん。韓国でもやっています。うん。初めて時はやっぱ韓国では J-POP の人気がなかった時期でしたから、その時には小さいなライブ公演で始めて、今は一番大きな、まあリオンの歌手が韓国でする時に一番大きな、今年のライブ場が5000人ですから、まずヘルコさんにとってラットはどんなイメージですか？イメージね。ボーカルの野田洋次郎さんのイメージがやっぱり一番強くて、で、私は昔から聞いてたので、そう、そのフロントマンの野田さんがすごい、何ですか、深い歌詞を書いて、でも、疾走感のあるメロディーだったりとか、キャッチーなメロディーで、もう当時のそう若者の中ではめちゃくちゃ流行った、第二のバンプみたいな感じのイメージです。バンプオブチキンってわかりますか？そうそう、バンプオブチキンは、うんうん。バンプの曲も僕のチャンネルでレビューしたことあるんですよ。ああ、そうなんだ。そう。だからもう日本でもめちゃくちゃ、90年代とか2000年代とかにすごい人気だったんですけど、そのもう第2世代みたいな感じでラットを聴く人も多くて、そう、もう今のこうありふれてるこう J-POP の中でもすごい影響を受けてる人は多いです。そのラットの影響を受けてる人が多いと思う。ヘルコさんがラットを知ってたのはいつ？知ったのは、いつだろう、2008年ぐらいだったかなに、なんかね、いいんですか、いいんですかみたいな歌があるんですよ。そう。それをなんか友達がカラオケで歌ってて、あ、めっちゃなんかキャッチーな歌だみたいな感じで。では、リヨンでラットが人気を取ったのは、どんな曲で初めて？そう、すごい人気を得てた曲だよね。で、なんか私が感じるのはいつの間にかラットの名曲がありふれていたみたいな感じ。そう、いいんですかとか、めめしいとか、独り言とか、なんかいろんな名曲がわーっと広がって、なんかどれも好きみたい。どれもある程度知名度の出た曲がすごいバーっと増えた感じです。だから飛び抜けて何かが急に人気がドーンって出たってよりかは、何曲もすごいいい。では、新海誠さんのアニメの前ですね、その時は。もうだいぶ前、めっちゃ前だと思います。新海さんの映画の10年近く前ぐらいから結構もう浸透してたと思う。日本の若者特に。今はやっぱラットが新海誠さんのアニメで、それを全部リオンのアカデミーで賞をもらったんですけど、受けたんですけど、今はまあどんな感じですか、リオンでラットは？今の日本は、そうだ、もうなんか、あれじゃないですかね。ある程度の位置にいる、もうみんなが、誰もが知っているバンドみたいなイメージで、それこそ新海さんの映画で、それまでは若者にすごい人気だったんですけど、日本の国民の人たちも、なんか多くが知っているようなバンド
なのかなと思います。名前は知ってるっていう感じになってると思いますし、でもうん今、日本でも新海誠さんのアニメは有名だから、うん、ラットの曲もそのうん、曲が有名だと思ったんですけど、今では日本でラットうの、ん、うん。代表曲だといえば何とうん思いますか？いやね、そう、代表曲ね。うん代表曲ね。うんそうそう。だから、どういう風な視点で見るかによっても変わる気もするんですけど、うんうん例えば、すごく有名な曲で言ったらやっぱ前前前世。あーうん。まあ、それのおかげで日本中の人たちが、ラットっていう、名前を知ったきっかけでもあると思うので、まあ確かに。うん。ひろこさんもうんアニメは全部見ました？見ました。なんだっけ、君の名はと、うん。あとなんだっけ、もう一個。なんあだっけ、ちょっ天と待って。気の子。あ、そう、天気の子。この2つを見ました。スズメは？スズメ見てない。僕はやっぱ、君の名はが一番有名になって、天気の子はちょっと、あんまり嫌い人も多かったし、でも今スズメ。でも僕は3つの中で天気の子が一番いいんですよ。はあ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 。ストーリーもそれはなんか、なるほど、なるほど。わかるわかる。私も天気の子好き。結局、主人公が自分が好きな人ためになんか世界は関係なく選択をするから僕はそれだと思います。いいです。なるほど。それがリアルだと思います。リアルし、確かに。だから僕は曲も天気の子の曲が一番いいんですけど。天気の子の曲って何でしたっけ？天気の子けどタイトルは大丈夫かな？それもめっちゃいい曲だ。そう世界が君の小さな語り。もう野田さんの優しい声と、後ろのバックのこう颯爽としたその演奏がめちゃくちゃなんかフィットして、そう映画に超合ってましたよね。愛にできることはまだ。韓国ではやっぱりその前々前世が一番人気。多分韓国でも有名な曲は多分前々前世です。前々前世から僕は君を探し始めたよ。その時映画は、アニメは、君の名はよりスズメがもっと人気でした。韓国で。そうなんだ。でもスズメは、ラットが作ったんですけど、ボカルは他の女性が歌ったから。あれ？ラットの話はこれで。でも私が一番好きな曲は、それは伝えないと伝えたい。何の曲？私の一番好きな曲は、二人ごとってやつなんで、二人ごとっていう曲知ってますか？やっぱラットが好きな人は、とか、初期の方に聞いてた人たちは、二人ごととかは、もう今でも聞いてる人いるんじゃないかなっていうぐらい、私は結構一番好きかも、ラットの中で。歌詞ね、歌って大体5分ぐらいだけど、その中でもすごいストーリー性があって、それも面白いし、読み解くのも面白いし、最初何言ってんだかちょっと分かんなかったけど、なんかね、考察とか、なんかいろんな人の見てみると、こういうこと言ってるんだっていうのになってして、あとはもう歌とかもすごいやっぱ面白くて、野田さんのなんかかっこいい、歌い方とかもまた魅力的で、好き。聞いてほしい。昔の曲は歌詞の内容がなんか青春とかなんか悩み、そんな話が多かったから、その時の曲もいいだと思います。確かに。韓国でも、ファンタッチは全部知っているはずなんですけど、なんか新海誠監督のアニメのソングでラットを初めて聞いた人は、昔の曲は、知らないかもしれないから。確かに。しかもそうですね、昔の曲はそう、青春とかちょっと若い頃のなんか葛藤じゃないけどとか、好きな子に書く詩とかなのかわかんないですけど、そんな感じですけど、最近のはちょっと大人になってきたね、歌詞が。確かに曲調とかも。しょうがないんですよ。大人になるから、私はどっちも好きです。
待って、日本語違う。あのさ、ちゃんと喋ろうとするとさ、なんか急にドギマギしちゃうんですよね。うんちょっと待って。うんカットしてね、ちゃんと。うん